にちは。今回はグノーシア第7話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。今回の会議時間0。なんか今日はいつもと違う面白さだったな。汚染カミングアウトを2人ともやるパターンは予想不可能すぎる。今回は人狼というかキャラの掘り下げに焦点を当てた回だったな。ちゃんと時間内に解決する脚本すごい。シリアスな作品なので箸休めな感じなコメディ界はいいね。今日だけで突起事項8つくらい空いたのでは。ラキオがいないと余計にかき回すやつがいなくなるから難度が下がったりするんだろうかね。ジナだけ死んだ。とりあえず登場人物揃いました。面白いコントラストで見せる今までにないパターン。死生化されたイルカや人間を模した疑似端末の登場で人間というものの概念も問う。これ後で聞いてくるかも。客観的な観測事実から人間性を証明できるってすごいです。前半は半分ギャグみたいで笑っちゃった。今回は超コメディ界だったけどいろんなエピソードを絡めて人間の定義とはみたいなところをうまいこと描いててよかったな。思ってた話と違ったけど面白かった。たまには人狼関係ない回もいいね。イベントメインでしたね。そしてついに全キャラ集合。乙女もレムナンも可愛い。シャーミンの印象最悪。ちゃんとアニメしてて楽しいな。キャラ紹介完了。あとは全役職紹介。そしてレムナンは草。今回はいつもの展開とは違うパターンでいいアクセント。姿形は様々だけど人とは何かという定義づけのような話が良かったです。議論な司会。2人ともバラしていくスタイル。いつも頭使うアニメだったからたまにはこういう回もええな。本格的に人狼ゲームしたと思ったら次はギャグ界もええな。飽きさせない構成にしてる努力は見られる。あっさり勝てた。一番楽勝だった集会じゃねえのか。ラキオもいないしな。ラキオがいないと物足りない。深刻なラキオレス会。グノーシアなのに凍らせろって言ってんのか。ルノ化すると人が変わるのとそうでもないのがいるので。ユリコもラキオもいないとジョナスが仕切るのかと思ったらお前。ジョナスは英雄なんだぞ。ボケちゃっただけで。ボーボボのゴメガネのよくわからんゲームみたいな。ねえジョナスさん、デュエリストの声になってない。端末でもグノーシア化するならメインコンピュータもヤバいことになる可能性が。こんなおっぱいにデザインしたのは誰なんだ。頭ピンク AI。もう茂道でやる話なくない。茂道の情報。これで回収終わったんじゃないかってくらい詰め込まれてたな。これで安心して初手釣りできるってあって耐えられなかった。ユーリに対するシャーミンやステラの接し方からするとやはりユーリは男として見れば良いんだろうか。ザーさんのイルカは破壊力高いな。原作ではあまり感じられなかった乙女の人間のことよく分かってない感がかなり表に出ててよかった。声優さんすごいわやっぱり。ジナ、いや殺されてるんですけど。最近気づいたんだけどジナって可愛いだけの置物。今回は料理担当。かなり可愛かったな。雑に処されたけど。ぶっちゃけジナはキャラが薄いからアニメでキャラ立てるために食事担当になってる感じだよな。だがキャラが濃いやつらばっかの15人の中で一番キャラが薄いからこそそれが唯一無二の個性になってるという。これまでの6話とは全然違った進み方だったけど多数のイベント関連が描かれていたおかげで各キャラが深掘りされてより面白くなってきたね。それにしても貨物倉庫への誘導の仕方がうますぎて感心した。3人追加とゲームのギャグ界が一気に来ましたね。伝説のワクワク。人間牧場がアニメによってさらに熱くなってて笑った。ステラと茂道のこととかゲームの展開がたくさんもりもりで充実でよかった。これは12話で終わっちゃいそうなのかな。原作イベ、声と動きがついたことでめちゃくちゃ笑ったし、前回がっつり人狼やったしエピソード回収回かな。それもまた良いと思ってたらしっかりやってくれたし、前回控えめだったジョナスの強靭成分も補給できたし、素晴らしい脚本だった。千
性あるイルカは人間っぽいか否かと人間っぽくないやつが申しており、茂道の持ちネタかな。新キャラ3人追加で今度はどんな波乱がからのコズミックラブストーリー吹いた。どんな相手とも対話からの相互理解は可能というオチへのつなげ方が見事で面白いじゃないの。ワクワク。人間牧場対決のレムナンの楽しそうな実況が見れて満足。ステラ、ジョナス、茂道、乙女ちゃん。ハンでも好意は持つよって話がされてたね。シャーミン、ヘアロージョをしてるときあんな感じだったんだ。最後かっこいいじゃないか。ステラの正体がわかるの早い気がするけど、乙女と合わせて人間ってなんだというのが一つのテーマになってて面白かった。そしてシャーミンは自白したのに、人牧イベントで自滅したジョナスときたら、大好きな人牧と茂道告白イベントがあって嬉しい。シャーミンの引きこもりにちゃんと理由が用意されてるのも一本取られた。普通にいいやつで好きになるじゃん。ゲームのガチで保身に走るシャーミンはどこ行ったんだよ。すごい美化されてて面白い。どっちも好き。乙女可愛すぎる。相変わらずイベの落とし込みがすごくいい。人牧面白すぎてジョナスとレムナンがただただ面白い男に笑い、ループを重ねるごとにシャーミンの良さに気づいて有利と冗談言い合えるみたいな世界線あるといいな。あと有利、ハンだと思ってたけど違うのかな。イルカな乙女は人間か否か。ステラについての話も絡めつつ答えを出すうまくまとまったエピソードだった。コメディ調だったけど、ジョナスやシャーミンの掘り下げもさりげなくやっていて無駄がなかったと思う。ジナは料理を作るのが好きなのかな。会議なくても面白かった。作品間違えた。なんかギャグ強めで別作品かと思ったわ。いいぞもっとやれ。笑い。最近難しかったからこういう回挟んでくれて助かる。やっぱりステラとレビは同一だったわね。これで全キャラで揃ったけど1クールよね。あと数話でどう終わるんだろう。今回はラキオ、ユリコという会議を支配しがちなメンバーがいなくて、おやと思ったら少し変化球な回だったな。そしてザーさんイルカは恋愛脳だった。笑い。まあこの状況で恋バナもどうかとは思うけど、これでキャラが揃っていよいよ佳境に入る感じですかね。次何が来るか楽しみだ。ようやく全キャラ登場で全員声ぴったりすぎ。全然人狼しなかったけど、ループ抜けるにはこれが最善よな。人木界とジョナスの怪しげな貨物を見せる伏線。基地体と実験動物と人間の葛藤など、うまくまとめていてうまかった。次回は恐竜と狂人が出る人狼界と予想。乙女、シャーミン登場にしれっとレムナンもいて、茂道、ステラの告白イベント、しかもステラ断ってからの人牧会を回収。断ったゆえのステラの議地体の説明も綺麗だし、みんな大好きシャーミンの良いところをさらっと表現して終わったのすごいわ。銀の鍵くん喜んでるわ。話の緩急と展開が本当うまい。前回までの真面目に人狼が続くと疲れる人もいるだろうし、息抜き会なのに目的の情報集めはちゃんとしているし、人狼ばかりだとキャラクター掘り下げる時間ないしで、監督と脚本家の手腕だな。3D チェスいい。ワクワク人間牧場といい。謎は深まるばかり。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。